こんにちは、アンナスです。今日は小学生に刺繍を教える時の、どういうモチーフを選んで一緒に刺繍すればいいのかなっていうモチーフ選びのポイントの話をしたいと思います。教えるのはちょっと頑張って教えていただいて、どういう刺繍の図案を選べばスムーズにできるかっていう話ですね。この話は大人でも一緒なので、今回紹介した図案は初心者の方にもおすすめな図案です。それでは手元の方にどうぞ。はい、では、小学生ぐらいの子供に刺繍を教えるときにおすすめの図案を紹介したいと思います。美味しい刺繍の中からアイスクリームの図案があるんですけど、もう、これが鉄板です、この丸いのが2つあって下にコーンがあるっていうのが一番分かりやすいかな。他のをやってもいいんですけど、何がいいかってサテンステッチしか使ってないっていうことなんですね。で、サテンステッチ、これ横向きに横に全部刺すといいんですけど、分かりやすいのがこれです。これね、 YouTube で昔制作動画を上げているんですけど、ちょっとそれ見に行っていただいて、図案はファンボックス毎月の刺繍の方に置いてあります。でも自分で描けますね丸描いて、あんまり大きいサイズにすると刺繍しにくいっていうのと、サテンステッチは1センチ以内に留めておかなきゃいけないので、サテンステッチが1センチ以内になるように絵を描いてもらって、フリーハンドで布に直接描いてもいいと思いますけど、全部横に刺してるんですね。で、あと子供って食べ物大好き。もう私幼稚園の先生してた時に、だいたい絵画とかをみんなでやる場合、食べ物をテーマにした制作物とかお絵描きとかってすると、ものすごいみんな楽しそうにやるんですけど、大人もそうですけど、人間ってその食べることっていうのはもうね、生きることなのでもう大事ですよね。っていうことで、食べ物をモチーフテーマにした何かをやるっていうのはすごく食いつきがいいです。やりたいってなる。あと男の子でも女の子でも誰でもいけるので、アイスクリームはで何色やっても何味にしようみたいな感じで楽しくできるんで、もうこのアイスクリーム鉄板です。これは小学校1年生の子に教えたことあるんですけど、もう全然いけました。でも早い子なんかはもう3つも4つも刺繍したりとかしてたんで、昔ワークショップをね、小学生の子たちにやったりとか、夏休みとか、あとそういうセンターみたいなところに行って教えたりとかしてたことがあるんですけど、アイスクリームはね、本当楽しそうでした、皆さん。でも全部横に刺す。で、1年生2年生とかだと一番わからないのが、サテンステッチは針を枠があって針を出す。で、針が上にいます。じゃあ今度針を上から刺しますっていう風にしないと、何回も上から刺しちゃうんで、刺繍枠ごとぐるぐるになってたりとかするんで、そのサテンステッチは上から、下から出して上から入れる。で、針が下にいてたら今度下から出さなきゃいけない。何回も上から入れちゃいけないよっていうのを、その説明だけすれば通じるので、割と簡単に楽しくできます。だから大人がね、これ刺繍するともっと分かりやすくて簡単でいいかなと思います。もうなんとかステッチがいっぱい入っていると結構大変なので、もうまずサテンステッチしか使わない図案っていうのを探してもらうといいです。その中でも私の図案で一番おすすめなのはアイスクリーム。あとはね、ちょっとこれ縦とか斜めとかのステッチが多いんですけど、プリンもおすすめです。このプリンじゃなくて、私 YouTube で出してるプリンの方がもうちょっと簡単です。で、このさくらんぼの
なんか棒みたいなところがストレートステッチで、あとは全部横横に刺していけば刺せる。これちょっとね本だからちょっと複雑な感じにしたんですけど、 YouTube はもっと簡単なの、もう全部縦と横だけかなで刺してるのがあります。そのあたりが割と男女どっちでもいけて楽しく刺繍できる。あとはちょっとねサテンステッチのだけのものを探してもらうといいと思います。フレンチノットとかで目とか刺繍しなきゃいけなくて、お魚とかもねもうずっと縦に刺していくだけとかで、そういうのもやったことあるんですけど、そう目とかはもう大人がフレンチノット入れてあげてっていうのでいいかなと思います。でちょっとやっぱり刺繍の図案っていうとどうしても女の子っぽいものが多くなってしまいがちなんで、お花とかねリボンとか、これもサテンステッチだけなんで、リボンとか女の子だったらリボンとか、あとねスパイダーウェブローズはちょっと1年生は難しいかなと思うんですけど、3、4年生ぐらいになるとスパイダーウェブローズも結構いけます。前この図案をやってもらって、結局葉っぱがめんどくさいってことで、なんか葉っぱ1個だけやって、あと全部バラを自分で描き足してバラだらけの作品になっている子がいましたね。あれも可愛かったですね。もうこれ一瞬でできるんですごい楽しかったみたいです。これお正月バージョンですね。スパイダーウェブローズ。これちょっと中の色を変えてるんで、一番最初はもうシンプルに1色だけやるものとかをやってもらって、ちょっと応用編って感じですね、こういうのは。でも5、6年生とかになればもう大人と一緒なんで、5、6年生が教室に来た時とかはもう普通にアリスとかやってましたね。なので5、6年生はもう大人と一緒って考えてもらっていいと思います。で3、4年生はちょっと簡単なものすぐできて、やっぱ集中力がまだねなかなか持たないので、大人でもちっちゃい作品一つこれぐらいの作品作ろうと思うと2時間ぐらいかかるんで、こういう細かくて複雑なものよりかは、細いものとかよりかはプリンとかそう簡単なもので、人物やりたいって言ったらちょっとやってあげても、人物意外とそんな難しくないんで、人魚姫とかね結構いろいろ皆さんやってらっしゃいましたね。3、4年生ぐらいはちょうどそういう感じです。もう1、2年生の低学年はもうアイスクリームとかサテンステッチオンリーのすぐできるやつをちょっと紹介してあげるといいんじゃないかなと思います。ということで、ぜひ親子で刺繍されると楽しいと思うんで、だいたいねでも親子で刺繍するとどうしても子供に玉止めやってとか絡まったとかで、結局なんだかんだでお母さんがゆっくりできないみたいな、ゆっくり刺繍できないみたいな状況になるらしいんですけど、だいたいなってますけど、一緒に刺繍できる、刺繍にもし興味があればそういうの進めてあげるといいんじゃないかなと思います。スパイダーウェブローズもおすすめです。もうぐるんぐるん巻いてましたね。はい。ではそんな感じで以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではさようなら。